走っている途中で脇腹がズキッと痛くなったことありませんか？さっきまで気持ちよく走れていたのに急に来てペースダウン。あの痛み、実はランナーの約7割が経験しています。しかもちゃんと研究されていて、正式な名前までついています。今日は研究で分かってきた痛みの正体と今すぐ止める方法、そしてそもそも痛くならないための予防法までまとめて紹介します。この動画でわかることは4つ。1つ目、脇腹の痛みの正体。実は誤解だらけです。2つ目、痛くなった時に今すぐ止める方法。3つ目、ならないための予防。食事と姿勢と体幹です。4つ目、痛くなりにくい呼吸法。3歩吸って2歩吐く。リズム呼吸です。まず、痛みの正体から。この痛み、正式には運動関連一過性腹痛、英語の頭文字を取って ETAP と呼ばれています。世界中で研究されていて、データもたくさんあります。例えば、痛みが出るのは右側が左側の2倍。マラソン大会ではだいたい4人に1人がレース中に経験します。若い人ほど多くて、走り慣れると減っていきます。では、なぜ痛くなるのか。よくある説を研究で検証してみます。説その1、息が追いつかなくて横隔膜が酸欠になる説。これ実は×。痛みが出ている最中も肺はちゃんと動いていることが確認されています。説その2、お腹の筋肉がつっている説。これも×。痛みの最中に筋肉の電気信号を測ったらつっていませんでした。説その3、内臓が揺れて引っ張られる説。惜しいけど三角。揺れの少ない水泳で脇腹の痛みが起こりやすいことが説明できません。そこで今一番有力なのがこの説です。お腹の中は2枚の滑らかな膜で覆われています。走る衝撃に満腹や脱水などの条件が重なると、この膜同士が擦れて痛みが出るという説です。確定ではありませんが、痛む場所やタイミングを一番うまく説明できます。ひどい時に肩の先まで痛むのも、この膜の神経が肩とつながっているからです。じゃあ実際に痛くなったらどうするか。レース中でもできる応急処置を5つ紹介します。その1、ペースを少し落とす。当たり前に聞こえますが、研究でも一番確実とされている方法です。その2、深く吐く。吸うことより吐くことを意識すると、横隔膜が緩んで呼吸が深くなります。その3、逆足の着地時に吐く。痛い側と反対の足が着地する瞬間に、ふっと強く吐く。プロのコーチも勧める定番のテクニックです。その4、痛い場所を手でぐっと押す。軽く前かがみになるのもありです。経験者の3人に1人がこれで乗り切っています。その後、お腹を軽くへこませて走る。お腹のコルセットのような筋肉に力が入って、内臓の揺れが抑えられます。弾き方には個人差があります。全部覚えておいて自分に効くものを見つけてください。ここからはそもそも痛くならないための予防の話。まずは食事と飲み物です。経験者の約半分が原因はこれだったと答えたのが、走る前に食べたこと。大きな食事は走る2時間前までに済ませてください。そして飲み物にははっきりした実験データがあります。
濃い飲み物、例えば果汁ジュースや濃いスポーツドリンクを飲んで走ると、8割の人が痛みを再現できてしまいました。走る直前や途中の水分は、水か薄めのドリンクを少しずつこまめにが正解です。予防の2つ目は姿勢と体幹です。まず姿勢。猫背の人は脇腹痛になりやすいことが分かっています。走るときは目線を上げて胸を開く。これだけでも変わります。そして体幹。オーストラリアの研究で面白いことが分かりました。脇腹が痛くならないランナーは体幹が強くてお腹のコルセット筋、腹翼筋が分厚かったんです。おすすめの練習はドローイン。お腹をぐーっとへこませて10秒キープ。これを10回。さっき応急処置で紹介したお腹をへこませるテクニックが効くのもこれと同じ理屈です。さて最後は一番質問の多い呼吸法です。その前に一つ面白い事実を。走っていて息が苦しいとき、実は血液中の酸素はほぼ 100% 足りています。苦しさの正体は酸素不足ではなく溜まった二酸化炭素。つまり呼吸は頑張って吸うよりしっかり吐いてコントロールするものなんです。そこでおすすめの呼吸を2つ紹介します。1つ目は腹式呼吸。お腹で息をする呼吸です。胸だけの浅い呼吸だと横隔膜が硬いまま着地のたびに揺さぶられます。お腹を膨らませて深く吸うと横隔膜が大きく動いて呼吸が深くなります。練習は3ステップ。まず仰向けに寝てお腹に手を当ててお腹を膨らませながら鼻から吸う。できたら歩きながら最後はゆっくりのジョグでやってみてください。そして2つ目が今日一番伝えたいリズム呼吸3対2です。やり方は3歩でス、ス、スッと吸って2歩でフ、フッと吐く。なぜこれがいいのか。着地の衝撃が一番体に響くのは息を吐き始める瞬間です。2歩吸って2歩吐くのような偶数のリズムだと吐き始めが毎回同じ側の足になります。つまり同じ側にばかり衝撃が集中する。3対2なら合計5歩で1周するので吐き始めの足が毎回左右交代します。これで脇腹板がゼロになると証明されたわけではありませんが、理屈が通っていて世界中のコーチが勧めている方法です。きついペースの時は2歩で吸って1歩で吐く2対1に切り替えてください。まとめです。1つ目、痛みの正体はお腹の膜の擦れが最有力。2つ目、痛くなったらペースを落として逆足のタイミングで強く吐く。3つ目、走る2時間前からは大きな食事をしない。濃い飲み物は特に注意。4つ目、猫背を直してドローインでお腹のコルセット筋を鍛える。5つ目、普段から腹式呼吸と3対2のリズム呼吸。脇腹の痛みは根性ではなくて知識で防げます。次の欄で早速試してみてください。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、そして脇腹の痛みに悩んでいるランニング仲間に共有してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画で。皆さん、今日もナイスラン